機動戦士ガンダムエイジ第 11.15 話再会の思い出。いいところだね、ここは。コロニーの中なのにこんなに自然がいっぱいある。それにしても驚いたよ。まさかミンスリに来てユリンと会えるなんて。私もびっくりしたそれにリボン持っていてくれて嬉しかった。当たり前じゃないか。なくしたりしないよ。ありがとう。そんなお礼を言われるようなことじゃ。ねえ、今も持ってるリボン？持ってるけど。どうして？結んであげようか、フリットの髪。僕そんなに髪長くないし。っていうか僕男だし。冗談。なんだ、びっくりした。よかった。ユリンが明るく笑えるようになって。そんなに見られると嫌だな。いや別に変な意味じゃなくて。座ろっか。そうだね。あのさ、ユリン。なんで何も喋らないの？フリットこそなんで何も喋らないの？こういう時何を話せばいいのかわからなくて。私もこういう時何を話せばいいのかわからなくて。そうなんだ。じゃあさ、コロニーコアで別れた時からこのミンスリーに着くまでの話を聞かせてよ。ここに着くまでの話？あの後どうなったのかちょっと心配してたんだ。だから聞かせてよ。でも大したことは何もないよ。それでもいいからさ。コロニーコアに乗ってディーバから離れて、それからどうしたの？それから連邦軍の艦隊に保護されて、みんなでトルディアに向かって。すごい人数だったからトルディアの宇宙港にとても入りきらなくて、入港するまでにすごく時間がかかっただろうね。びっくりした。あんなにたくさんの人初めて見たからびっくりした。それに途中でいつまでかかるんだって係の人につかみかかる大人の人とかもいて怖かった。そっか。そうだよね。ごめん、笑ったりして。いいの。それからどうしたの？それから私が前にいた施設の人を探して。施設の人？ユリンが引き取られたっていう？でも見つからなくて、そのうちにバーミングス、新しいお父さんと連絡が取れて定期船のチケットを手配してくれた。その定期船に乗ってここまで来たの。そうなんだ。ね、大したことなかったでしょ？そんなことないよ。聞けてよかった。本当？それならよかった。あのさ、ユリン。こんなことを聞いて気を悪くしたら謝るけど。何？バーミングスさんとはうまくいってないの？ごめん、変なこと聞いて。やっぱり今の質問忘れて。わからないの。わからない？どうすればいいのか、どうしたらいいのか。ユリ、
私戸惑っているのかもしれない。今のこの状況に。家族になってあげてくださいって頼んだのに。なんでもない。ありがとう。いろいろ気を使ってくれて。いや、別にそんな。優しいね、フリットは。いや、だから僕は別にそんな。ねえフリット。何？私ね。私。いやー、いい雰囲気のところ邪魔して悪いね。っていうか、わざと邪魔したんだけど。なあ、フリット。何ですか？あんまり罪作りなことするなよ。エミリー泣くぞ。なんでですか？だいたいエミリー関係ないでしょ。おやおや、おとぼけになっちゃって。エミリー？いや違うんだ。この人たまに変なことを言う癖があって、っていうか空気読めないところがあって。おいおい、そいつはひでえな。一体いつからそこにいたんですか、ウルフさん。いいところだね、ここは。コロニーの中なのにこんなに自然がいっぱいあるのあたりかな。一番最初じゃないですか。いやー、聞いてるうちに出るタイミングを逃しちまってな。というか、聞いてるうちに背中がむずがやくなってきちまって。趣味悪。はじめまして、お嬢さん。俺の名前はウルフ・エニアクル。戦艦ディーバのモビルスーツ隊隊長様だ。ウルフ・エニアクルさん？おや？俺の名前を知らないのか？こいつは相当のモグリだな。いや、名前知らないくらいでモグリはないでしょ。エミリーさんじゃないの？それはわざとか？新手のボケか？なるほど、そういうキャラか。じゃあエミリーさんは？それは後で説明するから、機会があったら。ごまかしたな。ウルフさんは黙ってて。そうはいかねえな。まだお嬢さんの名前を聞かせてもらってない。すみません。ユリン・ルシェルです。ちなみにフリットとはどういう関係？ウルフさん。お友達です。お友達か。お友達ですよ。残念だったな。何がですか？ユリン・ルシェル。ルシェルね。それが何か？バーミングスの娘だって聞いたが、まだバーミングスを名乗るつもりはないようだな。ウルフさん、後ろで聞いてたんならわかるでしょ。察してくださいよ。やだね。ウルフさん。察して気を使ってやって、それでどうなる？腫れ物みたいに扱って何かが変わるっていうのか？時間が解決してくれるってこともあります。それで解決しなかったら過ごしてきた時間が無駄になるだけじゃねえか。それはそうですけど。ダメなものはどれだけ時間をかけたってダメさ。逆になんとかなるものは案外短時間ですんなりいっちまう。だったら俺は荒領事と呼ばれても早めに解決する方を選ぶね。でも考えてもみろよ、フリット。これからこの子は義理の父親と一緒に過ごさなくちゃならないんだぞ。ある程度大人になったらこの家から出て行って自立するんで、それまでの我慢だって言うんなら話は別さ。でも違うんなら、ちゃんとした家族になるつもりなら、少しでも早く息苦しさを感じる生活から解放してやった方が結局はこの子のためになるんじゃないのか？わかります、ウルフさんの言ってること。でもバーミングスさんにも家族になってくれるように頼んだし。歩み寄りってのは片方だけじゃダメなのさ。両方がちゃんと相手を見てお互いに歩み寄っていかなきゃな。というわけでユリ。はい。お前さんはどうしたい？バーミングスとちゃんとした親子になりたいのか？いや、違うな。問題はそこじゃねえ。問題？今の状況に戸惑っている原因を取り除かなきゃ前には進めねえってことさ。改めて聞くぞ。
ユリン、お前さんは今何がしたい？何って。どんなことでもいいぞ。バーミングスに関係ないことでも構わない。言ってみろ。私のしたいこと？ああ、どんなに荒唐無稽でも不可能なことでもいい。口にしてちゃんと吐き出すってことが重要なのさ。私のしたいことは、それは。お、なんだ？お父さんとお母さんと弟に会いたい。なるほどね。フリットには前に言ったよね。みんなユイーンに殺されたって。ちょうどその日、みんなで家族旅行に出かける予定だったの。でも前の日に些細なことで喧嘩して、私だけ家に残った。仮病を使って。出発の直前、宇宙港からお母さんが電話してきてくれた。予定を切り上げて早めに帰るって。弟はふてくされてたみたいだけど、でも私はまだ少し怒ってて乱暴に電話を切った。それが家族の声を聞いた最後。ユリ。家族の乗った定期船がユイーンに襲われたって聞いたのはその後少ししてから。だから私、会って謝りたい。最後の電話でちゃんと話せなかったこと、私一人だけ生き残っちゃったこと。それは違うよ。フリット。家族が死んじゃったのはユリンのせいじゃないじゃないか。それなのに生き残ったことを謝りたいだなんて、そんな。そうだな。そりゃ考えすぎってやつだ。でももし仮にユリンだけ死んじゃって家族のみんなが生き残ったとして、それで生き残ったことをユリンに謝りたいと思ってたとしたら、それでユリンは嬉しいの？満足なの？違う、そんなことない。だったらユリンの家族だって同じだよ。謝ってほしくないはずさ。僕だってそうだ。もし僕の代わりに母さんが生きてたとしても、僕はそのことを謝ってほしくないし、いつまでも泣いていてほしくない。フリット。だからそんな悲しいこと言わないでよ、ユリン。僕はユリンが生きていてくれて嬉しいんだ。会えてよかったと思ってる。だからありがとう、フリット。ユリン。私もフリットと会えて嬉しい。会えてよかったと思ってる。ごめんね。もう二度と変なことは言わない。俺たちパイロットはいつでも死と隣り合わせだ。いつ死ぬかもわからねえし、もう死んじまった仲間たちが何人もいる。まあ戦わなくても人間いつかは死ぬんだけどな。ウルフさん？だから俺はいつか向こう側へ行った時に笑顔であいつらと会えるようにと思って生きてる。ユリもあと何十年後かになるかはわからねえが、いつか向こう側へ行った時に笑顔で家族と会えるようにと思って生きればいいんじゃねえか。楽しい人生だったってな。そうですね。はい、そう思います。どうよ、リット。俺今かっこいいこと言ったろ。それを言わなければもっとかっこよかったのに。ねえ、フリット。何？私もフリットの船に乗っちゃダメかな？バーミ新しいお父さんにも許可を取るからダメかな？いや、ダメって聞かれても。ダメだな。ウルフさん？フリットはお前さんみたいな奴らを守るためにユイと戦ってんだ。そのお前さんが戦艦に乗ったんじゃ本末転倒もいいとこだ。それにな。それに？戦いが終わった時、
傷ついた自分を笑顔で迎えてくれる誰かさんがいなきゃ戦う張り合いってもんがねえじゃねえか。それにユリンとエミリーを一緒の船に乗せた日には目も当てられねえからな。ウルフさんはまたそういうこと。そうなのフリット。ああ、うん、そうそう。ユリンには待っていてほしい。ユイを倒したら必ず会いに来るから。本当？本当。絶対？絶対。だからここで待ってて。うん、待ってる。指切りしよう。うん、指切り。でもあんまり遅いと。なんでもない。まったく罪作りな男だな。フリット。だからウルフさんはなんでそういうこと。ああ、もう誰かに話してえな。特にフリットといつも一緒にいる。ちょっとやめてくださいよ。本気で怒りますよ。よーし、いい場に帰って報告だ。ちょっとウルフやめてくださいってば。待ってくださいウルフさん。フリットアースの豊永俊之、ユリン・ルシェル、早見沙織、ウルフエニ役小野大輔でお送りしました。